こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの部屋を覗き見させてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回は Q さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ Q さんについて自己紹介をお願いします。はい、Q という名前で、音楽を作っています。主にインスト音楽を作ってまして、バックグラウンドミュージックになるような優しい音楽を、たくさん作っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで今回紹介していただくこちらのご自宅が、2LDK そうですね。はい。はい。大体平米数はどれぐらいのご自宅ですか？は70平米ぐらいですかね。はい。なんかこの物件を選んだ決め手というか、そういうところは何かあったりしますか？そうですね。音楽をやっぱりやるので、ピアノを置いたりとかできる物件を探してて、隣接してないとか。上にあんまり響かないような物件を探したっていうのがあって、それでここを選んでます。はい、確かにそうですよね。スタジオもね、先ほどちょっと見させていただきましたけど、併設してたりとか、あと家具もかなりコレクタブルなものが多いと思うので、ちょっとそのあたりのお話いろいろ聞かせていただければなと思っております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速リビングの方を紹介いただきたいなと思うので、中に案内してもらってもよろしいですか？はい。はい。じゃあこちらですね。はい、失礼します。おお、こっち側、右手側がソファースペースみたいな感じで、こっち側はまたダイニングみたいな感じになってるんですかね？そうですね。なんか夜とかゆっくりする時とかはこちらの椅子に座って、お酒を飲んだりしてゆっくりしたり、でこちらはご飯を食べたりとかしてる場所になりますね。はい。というわけで、まずこの物件自体のこのこだわったポイントとかコンセプトみたいなのがあればちょっとお尋ねしていきたいんですけど、まずここはリノベーションをされてるんですよね？そうですね。中古マンションを購入してリノベーションをしています。でリノベーションをゼロリノベさんにお願いしてて、で設計から入っていただいたんですけども、僕がその前の自宅からこういうヴィンテージの家具とかを結構たくさん持っていたので、こういう家具が入るようなデザインにしたいなと思って、でちょっとこういう床のフローリングだったりは海外の住宅とかギャラリーをイメージした感じになってますね。で壁とかは結構グレー味がかっていることが多いんですけど、こういうなんか真っ白でもよかったんですけど、あんまり真っ白すぎるとちょっと決まりすぎて本当にギャラリーっぽくなりすぎるかなと思って、落ち着く色という形でグレーを選んで統一感を出していますね。はい。結構個人的にこのバイカラーというか、ここで分けてるのも結構僕好きです。そうですよね。もちろんなんかこういう幾何学模様のフローリングも家具入るんですけど、よりやっぱこっちになるとグレーともうグレーの中にこういうやっぱ木ってすごい入るので、やっぱりそういう家具の生え方っていうのはこっちはめちゃくちゃなんだろう、ギャラリーっぽい、洗練された感じになりますね。洗練された感じはしますね。はい、素敵です。まずじゃあ目の前にあるこのローテーブルとか、そのスペースから聞いていきたいんですけど、これまずテーブルすごい独特なデザインですね。これお気に入りですね。ヨハネス・アンダーセンという方のデザインされた UFO テーブルっていう名前なんですけど、他にもスマイルテーブルって言われてて、なんかちょっと笑ってるような確かに、形になってて、これもう本当に名盤みたいな感じの家具になってますね。なんかあれかな、元ファニチャーさんっていうところで、購入しました。これはあれですか、中もちょっと収納というか少しできるようになってるみたいな感じなんですか？そうですね。もうここ抜けてるんで。そうなんだ。そうです。今日は置いてないんですけど、リモコン置いてたりとかするんで、ここで取り出してプロジェクターいじったりとか、CD のやついじったりとかできますね。結構使い勝手いいです。あとはやっぱりここで言うとこのラウンジチェアと言ったらいいんですかね？そうですね。これもピエール・ジャンヌレのオリジナルのイージーチェアっていうやつですね。これはララバイさんというところで僕が信用しているジャンヌレとかよく取り扱ってるバイヤーさんから購入させていただきました。どうですか、使い勝手というか座り心地とか？なんかやっぱり見た目ちょっとね、これ塔とかでできてるんですけど、なんかちょっと弱いんかなって思って最初座った時大丈夫かなと思って。確かに意外に強度強くて普通に座ってても大丈夫です。めちゃくちゃ座り心地はいいですね。で今そこからさらにこのクッションとかをこう使ってこうアレンジしてらっしゃるみたいな感じなんですかね？このクッションとかはそのバイヤーさんからもうなんかおまけでいただいてて、こういうのは自分で買って、これはもう普通に楽天で買ってます。こっちとかはまた
ブランケットこれですね。これ、はい、ブランケット、これはエルメスのやつですね。これはアバロンのピアノっていうやつなんですけど、今年の6月にパリに行った時に本店で購入してきました。はい、エルメスの同じの見たことあるんですけど、肌触りやばくないですか？やっぱりですね。やばいですよね。そう、やっぱ本店で何かしら買おうと思って、それでちょっと買ってみて、やっぱり実際触ってみるとめちゃくちゃいいなと思って、ちょっと夢だったんで買ってみました。いいものとやっぱり比較すると本当違いますもんね。やっぱそうですね。もうこれで寝るともう有意義に寝れます。最高ですね。最高です。はい。あとはじゃあまた今度こちら側のちょっとお話を聞いていきたいなと思うんですけど、はい、まずじゃあこちらのサイドボードからちょっとお聞きしたいんですが、これはどちらで購入されたものですか？これは実はノーブランドのものでヤフオクで買ってます。僕もともと家具とか雑貨とか好きなんですけど、30代に入ってからいい家具を長いこと使っていきたいなと思って探し出したのが最初北欧家具で、それで当時買える範囲内でって探したのがこのサイドボードで、ヤフオクで10万ぐらいだったのかな。でいいなと思って購入した感じですね。はい。ここは普段どういったものを収納されてるんですか？こういうなんかオーディオ系のもう本当プリアンプとか CD とか、あとレコードとか、でここ中があれですね、レコード収納できるんですけど、これも購入の決め手でちょうどいろいろ入るなというので購入したって感じですね。本当いわゆるオーディオゾーン。オーディオゾーン。はいですね。でこちら結構ターンテーブルもそうですけど、あとアンプ、インターフェースとかを結構こだわって選定してらっしゃるって感じですか？そうですね。テアックっていうやつなんですけど、オーディオといえばというブランドのやつで揃えて、でこういうアンプっていうのはこちらにあるんですけど、これリストリートさんのビジョンっていうモデルのスピーカーなんですけど、なんかそれ買う時におすすめで載ってたんで、もう統一して買いました。そう、スピーカーなんですね。そうなんです。これスピーカーなんです。一見そう見えないですね。ですよね。仕事で使うスピーカーとはまた違う、いわゆるその BGM 用、部屋に馴染むようなスピーカー、これ360度音出るんで、本当に気兼ねなく音楽が聴けるようなスピーカーになってますね。すごいおしゃれでかっこいい。大好き。結構普段ご自宅で流すときは、それこそそういうご自身で作曲された曲とか、もしくはなんかまた別で全然違うジャンルのものを聴いたりとかもするんですか？もちろん聴きますね。僕自分の曲はやっぱりその最終の確認とかでこういうスピーカーで聴いたりもするんですけど、やっぱり自分の好きなアーティストだったりとか、もちろん僕もともとバンドマンなんでロックとか、そのハードコアとか、意外にこのスピーカーで聴いてたりもします。はい。なんか最近チェックされてるアーティストさんとか、それこそもうずっと聴いてる方とかいらっしゃいます？そうですね。もう日本のバンドだったら僕ストレイテナーっていうロックバンドがいらっしゃるんですけど、それはいわゆるロキノン系と言われてたバンドで、ずっと追っかけてて、それきっかけで僕今の活動が始まってるんで、やっぱそういうのを聞いたりとか、海外だったらなんかポストクラシカル系っていうちょっとマイナーなミュージックをよく聞いてますね。はい。あとはちょっとこっち側のお話を少し聞きたいなと思うんですけど、ここの、スツールとあと照明、ちょっと聞いていきたいんですけど、これスツールとかはこれもナンバリングというかなんか入ってる？そうですね。これはあれですね。これもジャンヌレのやつで。そうなんだ。これどこだったかな。これでも動物園じゃないな。どっかちょっと忘れちゃったんですけど、なんかどこかしらのその公共の施設で使われてたナンバリングが入ってますね。これ多分 ENT って書いてるんでエントランスなんですけど、どっか確かちょっと今思い出せないですけど、初めて見た。そうなんです。だからこういうナンバリングがあると、いわゆるレターって言うんですけど、オリジナルの照明みたいになってますね。でこっちはグラランプって言ってルー・コルビジェさんが長年愛用してたと言われるランプのすごく希少ですね。リプロも出てるんですけど、オリジナルはマジで出てこないっていう。そうなんだ。そのフランスのものなんですけど、フランスでももう本当に出てこないって言われてるやつ。それをちょっと探して購入させていただきました。はい。あとはじゃあまたその後ろですかね。後ろもここはサイドボードというかね、チェストありますけど、これはどちらで？これは長野の軽井沢にある春田さんっていうヴィンテージショップ、そこで購入させていただいてて、これももともと前の家からあったんですけど、当時はスタジオ用になんかシンセサイザーとか置いてたりしてたんですけど、この家に来てからはこういうちょっと自分の好きな雑貨を置いてたりとかしてますね。で中は
あれですね、自分の CD とか入ってますけど、すごい綺麗に収納されてますそうですね、こういう感じです、はい、実は大学理系系の大学を卒業していて、でなんかこういうちょっとストームグラスって言って、はい、お天気でちょっと変わるようなちょっと科学的なこういう天文学とかなんかこういうラジオメーターとかなんかあんまり確かになんかラボっぽい感じのもの理系っぽい感じのやつが多くて、そういうのを結構集めてたりします。天文系が多いのかな、こういうのとか。あとなんかこれマジックランタンのこれヴィンテージなんですけど、はい、なんか幻灯機でこう光を当てて壁に映し出して、でなんか授業したりとかするようななんかあれですね、ガラススライダーですね。面白いんですよ。まあこういうのをなんか集めてます。はい。右に置いてあるやつとかはこれはあれですか、香水ですか、右下？あ、これですか。あ、これ香水ですね。これマルジェラさんのレプリカンですね。レイジーさんでも。これあれですか、普段使われる香水なんですか？そうです。お出かけするときいつもこれつけてます、ね。そうなんだ。そうですね。はい。わかりました。あとはその後ろですかね。はい。こっち側、これですね。ここのブックスタンド、ブックシェルフ。ブックシェルフ。はい。まあ、ブックラックか。ブックラック。はい。ギャラリーアティックさんっていうところでピエール・ジャンヌレのオリジナルを購入してます。これもジャンヌレなんですね。そうなんです。なかなか2、3年ぐらい前まであんまり出てきてなかったんですが、最近は結構見つかるようになってて、まあ実際図書館で使われてたやつです。へー。はい。ここは今置いてある本は、これは何系の本というか。これはあれですね。さっきランプでお話ししたルー・コルビジェさんでピエール・ジャンヌレ、はい、であとこれシャルロット・ペリアン、でこれもルー・コルビジェ、ピエール・ジャンヌレっていう、まあ、中見たらあれなんですけど、そのジャンヌレとかの作品集みたいな、実際にこういう場所で使われてましたよとか、こういう公共施設で使われてましたよみたいなのが載ってるやつです。はい、結構希少な本で、そうなんです。なかなか手に入らないことが多いんですけど。結構じゃあジャンヌレの家具というかはすごい作家としてお好きで集めてらっしゃるみたいな感じなんですか？そうですね、ジャンヌレ結構やっぱ好きで前々からちょこちょこ集めてたりしますね。はい、はい、なるほど、わかりました。はい、あとはこの壁側にこのスタンドのこれですよね。はい、こちらは一体何ですか？これなんか UFO っぽいですけど、これ実はプロジェクターなんで、アンカーのネビュラコスモスのっていう名前のやつですね。ネビュラのアンカーのやつってみんなこれぐらいの缶の500ミリの缶みたいなやつを想像すると思うんですけど、これはなんかコスモスっていう名前でちょっと宇宙っぽい、宇宙船っぽい形が気に入って、で360度音が出るんですけど、まあ、これを壁に夜は照らして映画見たりとか動画見たりとかしてるって感じですね。はい、結構どうですか、この写りというかクオリティというか解像度？めちゃくちゃいいと思います。めちゃくちゃ満足してます。はい、ちょっと昼間はねどうしても明るさがあると写りはあれなんですけど、基本夜ここでのんびりすることが多いので全然大丈夫です。こちら反対側がダイニングスペース、はい、ということで聞いていきたいんですけど、はい、まずじゃあこのメインになっているダイニングテーブルとこの椅子が3脚あると思うんですけど、それぞれちょっと教えてもらってもいいですか？このテーブルはピエール・シャポっていうフランスのデザイナーの三つ足でちょっとくるっとなってる感じのやつがすごい素敵で、これをダイニングに置きたいなと思ってもう奮発して購入させていただきました。まあダイニングテーブルとあとそちらにもあるんですけど、スツールと同じ形ですね。これとセットでっていう感じで購入しましたね。ちょうどなんか先ほども話しましたけど、あれですよね、ニックホワイトとかで今取り扱いがあるんですよね。これはニックホワイトさん、ニックホワイトさんで買ったのがこっちのスツールの方なんですけど、でこっちはなんか大本の笠出さんっていうところがあるんですけど、そこがなんか代理店になってて、僕は直接問い合わせたら今度ロンハーマンで展示するから見に来てくださいって言われて、でそこで買いました。そうだったんだ。はい、ちょうどピエール・シャポ展っていうのがあったんで、そこで買った。いいですね。はい。あとはここは椅子が3脚それぞれ違うものですかね？そうですね。はい。こちらからですけど、これは北欧のカイ・クリスチャンセンっていう名前のデザイナーの方のナンバー42というモデルですね。ここちょっと可動式になってて、背もたれがこれもともとファブリックが普通の布だったんですけど、購入時はちょっと傷んでたんでレザーに張り替えてます。これは確かどこかな、ちょっとうろ覚えですね。これも普通にあれかな、メルカリかな、ヤフオクかなで購入させていただいたような気がしますね。はい、すごい状態のいいものが
安く出てたので、北欧家具でこういう椅子も僕は好きなので購入させていただきました。はい、これはシャルロット・ペリアンのレザルクスツールっていうやつですね。ペリアンとかさっきのグラランプとかをバイヤーしている方から購入させていただいたものですね。60年代ぐらいのやつですかね。あんまり日本で見ないですよね。見ないですね。ネットで見かけるけどみたいな。実際持ってる人もそんなにいないと思います。初めて見たかもしれないです。当時の革のままなんで、もう結構年月経ってるのめちゃくちゃ硬いんですけど。そうなんだ。はい。なんかスキー場、フランスにあるスキー場の到着する駅とかで使われてたらしくて。かっこよすぎません？これ駅に置いてるってやばい。かっこよすぎです。そうなんですよ。で、もともとペリアンがデザインしたわけじゃないらしいんですけど、一応ペリアンのものという形になってるらしいです。はい。で、こっちアンダーカバーと日本のメーカーの天童木工のコラボの椅子になってます。後ろがこういう A になってるんですけど。本当だ。それが多分 2,3 年ぐらい前に発売されて結構好評だったみたいで、1年か2年ぐらい前になんか再発売したのをアンダーカバーのサイトで即ポチったという感じですね。はい、なんかたまに伊勢丹とかで展示してると思います。はい、かっこいい。これに座ってご飯食べてることが多いですね。じゃあそれが一番レギュラーというか僕のそうですね、レギュラーです。はい。そうなんだ。なるほど、わかりました。はい。あとはここペンダントライトが2頭ついてらっしゃると思うんですけど、これはそれぞれどちらで購入されたものですか？これは2つともネットかな。イサム・ノグチの明かりですね。楽天とかで買ったような気がしますね。2つ並べてます。コントラストあっていいですね。ここも大小なんか可愛いですよね。ちょっと可愛い。さっき天文が好きって話をしたんですけど、ちょっと宇宙っぽさを確かに演出したいなと思ってそれで2つ並べて、でさっきのそのスピーカーもこっちにあるんですけど、なんかやっぱこれも吊り下がってて宇宙っぽいなと思ってこれでセレクトします。はい。結構ダイニングとこのソファースペースでいろいろ家具が出てきたと思うんですけど、こう普段一番Qさんがチェックされるインテリアショップとかブランドとか、そういうのってなんかズバリあったりしますか？やっぱりずっと家具が好きで、さっきのコーヒーテーブルを購入させてもらったその元ファニチャーさんとか、あとそのジャンヌレを取り扱っているララバイさんっていうバイヤーさんが、森さんという方がいらっしゃるんですけども、その人と連絡を取ったりとか、あとギャラリーアティックさんとかっていうところでそういうペリアンとかジャンヌレとか、あとジャンプルーメとか、その辺をオリジナルを取り扱っているので、結構ほぼほぼ毎日チェックしてる感じですね。はい。わかりました。はい、ありがとうございます。はい。でこちら側が仕事スペース。ここはどういうスペースなんですか？ここはちょっとした事務仕事をやるときに、メール返したりとか、あとプリンターがあるんで、そういうちょっと印刷物をやったりとかするスペースになってますね。はい。ここは僕が今すごい一目惚れを勝手にしてるデスクですか？これ存在感ありますね。はい。これはどちらで？これはミッドセンチュリーモダンさんというところで購入させていただいたんですけども、アメリカのヴィンテージのもので、なんかミロ・ボーマンという方がデザインしたらしいんですけど、ちょっとあんまり詳細はちょっとよく分かってないんですけど、なんかフローティングデスクと言われてるらしいです。ちょっとここも結構あれなんですけど、なんかちょっと浮いてるような感じで、なんか作りなんかすごいですね。面白いですよね。見たことない感じの。そうなんですよ。多分これも60年代とかそれぐらいのものなんですけど、なんかその当時からこういうデザインがあって、ちゃんと収納もこういうのあったりとかして、すごい、そこも収納なんだ。そうなんです。で、当時、僕家具好きっていうのもあって、ピンタレストとかでインテリアとか参考にするのを見たりするんですけど、それでパッと出てきて探したら、ちょっとミロ・ボーマンという方がデザインしてるらしいぞというんで、それで日本に入荷しないかなと思ったらミッドセンチュリーモダンさんでちょうどコンテナで入荷しました。でちょうどこの椅子とこのデスクがセットで入荷してたんで、これをはめてみたらちょうどはまったっていう感じで、この2つをセットで買いましたね。じゃあこちらの椅子もヴィンテージの？そうですね、これはハーマーミラーのアルミニウムチェアですね。なんか現行品はここが5つ足になってるらしいんですけど、これヴィンテージはなんか4つ足で結構希少でらしいです。知らなかった。もう僕も初めて知りました。なんか色味があってすごいまさにセットで合うなと思って購入した感じです。どうですか、座り心地とかは？座り心地はね、どうかな。なんかこの今クッション置いてるんですけど、結構高さもちょっと上げてそうちょっとクッションなかったらあんまりちょっと腰に負担かかりそうだったんで、
で僕はクッションを引いて、ここでこうやってカタカタやってるって感じですね。はい。でもすごい結構気に入ってます。やっぱり色味もすごい素晴らしいので。わかりました。はい。あとはちょっと気になってるのが目の前にあるちっちゃいこの時計。これ。はい。これはどちらで？これはヤフオクでハワード・ミラーのヴィンテージなんですけど、ハワード・ミラーってその時計が有名でいろいろ出してるんですけど、なんかその中でもアーサー・ウマノフさんっていうちょっと難しい名前なんですけどっていう方がデザインしたやつがあって、なんかこういうこの銀の感じがあるんですけど、こういうデザインがなんか昔のヴィンテージっぽさがあってかっこいいなと思って、当時のやつはコンセントで挿すような感じだったんですけど、ちょっと専門店に持って行って電池式に変えてもらいました。はい。照明とかはもともとあれですか、このリノベーションの際にこれは壁付けでそうですつけてらっしゃるみたいな感じなんですか？もともと僕が前の自宅の時から買い集めてた照明で、これシャルロット・ペイジャンの CP1 っていうやつなんですけど、これもヴィンテージで購入して、さっきのペリアンのバイヤーさんから購入させていただいて、でリノベする際にもうここにこの照明をつけたいっていうんでつけたって感じですね。そういうことだったんですね。そうね。はい。これは一体何ですか？これですね。はい。これはなんか華道さんっていう名前のブランドで、これはもう加湿器ですね。加湿器なんだ。おしゃれ。華道は本当になんか洗練された家電というかね、多いですよね。はい。なんかもう家電は華道に揃えてますもん。夏場は扇風機使ってるんですけど、はい、それも華道さんで揃えてますね。揃えるのも統一感が出ていいかもしれないですね、家電は。なんかやっぱり色味がグレーチックで、合いやすいです。これもあれですね、ミートセンチュリーモダンさんで購入させてもらった、これもハワード・ミラー、さっきのデスクのやつと一緒なんですけど、アーサー・ウマノフさんがデザインした時計になります。なんかちょっと振り子時計っぽいんですけど、振り子時計じゃないっていう。そうなんだ。そうなんです。だけど一瞬振り子っぽいですね。ここはもうなんか装飾みたいな、ここだけみたいな。でも存在感があってやっぱりかっこいいなと思って、はい、買わせていただきましたね。わかりました。はい、ありがとうございます。で、こちらのスペースが左手にエントランス、で右手はこれどういうスペースになってるんですか？こちらはあれですね、玄関から入ってきてバーンと自分の好きなものと自分の作品をもう結構雑多に飾ってるようなスペースになりますね。はい。上の方に多分ご自身のこう作品とかがあると思うんですけど、なんか改めて普段この楽曲についてなんか特徴じゃないですけど、どういうようなこう楽曲を制作されてらっしゃるんですか？そうですね、なんか最近はすごいピアノの人みたいな感じでピアノオンリーの楽曲だったりとか、ジャンルでいうとアンビエントとかそういうエレクトロニカって言って、バックグラウンドミュージックになるようなすごい穏やかで聴きやすい音楽を作ってて、それを連想させるような、これだったらちょっと海で聴きたいなみたいな音楽が詰まってたりとか、いろんなそういうエレクトロニカ要素が詰まった楽曲をイメージしてデザインしてたりとかしてる感じですね。はい。こう普段はじゃあこの作曲活動っていうのがメインで、その楽曲がじゃあこうなんか媒体でこう使用されたりとか、そういうこともやっぱあるんですか？そうですね。基本自分でこういった作品をリリースして、Apple Music とか Spotify とかでお聴きいただけますし、そういうこういうリリースした作品がテレビとかあとラジオとかのBGM で流れてたりとか、街のカフェとかでも結構流れてたりするので、あんまりね歌のない楽曲なんで、気に留める方も少ないかもしれないんですけど、実は皆さん耳にしてることが多いかもしれないので、ご興味持ってもらえたら嬉しいなと思います。これはじゃあ Q さんの楽曲ちょっと気になるなと思った方は、いわゆる Spotify とか、Apple Music とか、あと YouTube とかにも上げてますんで、ぜひぜひ。じゃあ気になる方はぜひこちらからご視聴ください。ありがとうございます。あとは下の段とかはアートブックとかですか？この辺は。そうですね。なんかやっぱりリノベするにあたっていろいろこういうインテリアの本とかですね、海外のインテリアとか色味とかそういうのを参考にするのにちょっと購入して参考にしてたって感じですかね。はい。やっぱヴィンテージ家具とかの配置って難しかったりするんで、どういう風な見せ方がいいのかなと思って、そういう本だったりとか、先ほどのデザイナーさんの、ランプの希少な本だったりとか、たくさん購入して並べてるって感じですね。
あとちょっと気になってるアイテムがありまして、はい、この一番下、はいはい、この明かりですか、これは。そうです、イサム・ノグチさんの明かりですよね。これはそうですね、明かりにちょっと普通に多分マジックで手書きで描いてるやつなんですけど、これはトム・サックスさんっていう現代アーティストの方が来日された時にイサム・ノグチミュージアムで確か150個ぐらいで限定販売してたやつかな。そのトム・サックスさんが直にマジックで描いた作品を購入させていただいたって感じですね。もうほぼアート作品ですね。そうですよね。はい、可愛いですよね。これ何がモチーフというか書かれてるんですか。なんかあの方結構 NASA とか、その辺の椅子とかなんか器みたいなのをよく作ってるんですけど、それが有名で、多分ちょっと宇宙船みたいなのをイメージしてるのかな、そういうのを描いてると思いますね。はい、なるほどね。わかりました。はい。でこっち側がいわゆるエントランス部分。そうですね。このスペースとかはなんか内装を考える上でこだわってらっしゃるポイントとかあるんですか。もうここ玄関の扉開けた時にすごくやっぱ開放感というか、もう広いなっていうのを見せたかったので、もともとここ難度があったんですけど、もうぶち抜いてでもうエントランスのこのスペースっていうのがすごく広々取ろうと思って、こういう形になったっていう感じですかね。はい。なるほど、わかりました。はい、ありがとうございます。でこちらの奥に2部屋あるということで、まずじゃあこっちの右手側のお部屋、こちらは何のお部屋なんですか。ここはもう防音室になってて、僕の作業部屋になってますね。はい、開けますね。じゃあ中へ。はい、失礼します。はい。おお。本当にスタジオですね、ここは。そうですね。毎日ここで作業しているので、スピーカーで音を鳴らしたりとか、こういうピアノを鳴らしたくて防音室を作りたくて物件を買ったっていう感じですね。なるほどね。だからリノベーションっていう選択肢にもなってるみたいな。そうですね。やっぱり既存のねお家とかってなかなか少ないので、やっぱ自分で作ろうとなりました。こういうやっぱ制作スタジオみたいなものを作る上で、こうリノベーションでこだわってるポイントとか、なんか壁とかそういうことなんかあったりするんですか。やっぱり防音室作るっていうことだけあって、その防音用の素材を使ってたりとか、あと多分見たら分かると思うんですけど、窓が二重窓になってたりとかするんですけど、もともとの窓が奥側で手前が作った窓になってるんですけど、その間が多分20センチぐらい空いてて音漏れを防ぐ。で外部からの音入らないようにしてるって感じになってますね。じゃあ気持ち部屋はちょっとちっちゃくなるみたいな感じなんですか。そうですね。もともとが多分ここ6畳ぐらいなんですけど、ちょっと2、30センチ狭まってるんで、だいたい5畳ちょいとかそれぐらいになってると思います。でも一人で作業する分にはすごくちょうどいいかなっていう感じですね。コンパクトですけど、はい。基本もうここに座ってここでパソコン作業して、録音したものを編集したりとかしてるって感じですね。ここにキーボードを収めてるんですけど。このデスクとかは、これはどちらで購入されたんですか。これはピタゴラさんというところでオーダーメイドで制作していただきました。もうほぼほぼ機材は固定なんで、こういうなんですかね、キーボードをきれいに収めるように中に収められるようにスライド式にして、作業効率をすごく良くしたかったので、やっぱね長時間作業するので、オーダーメイドで作っていただいたって感じですね。はい。これじゃあデスクトップのこの PC というか、これはどうなってるんですか。これはもうモニターですよね。ディスプレイか、ディスプレイでこの後ろの方になんか本体とかハードディスクとか全部置いてるんですけど、見えないようにしてる。もうこっちから見た時にやっぱすっきりした方が、スタイリッシュですもんね。結構そうですね、かっこいいなと思って、なんか別にミニマリストではないんですけど、なんかすっきりしてかっこいいなっていうのを目指したかったので、こういう形でオーダーして、本体のぐちゃっとしたところは見えないようにしてますね。はい。ピアノとか、なんかこの辺はなんだろう、この2種類ありますけど、はい。使い分けじゃないですけど、なんか音の出方とか違うんですか。そうですね。これはいわゆるアップライトピアノで、多分ご家族ファミリー層の方でよくお子さんとか弾くようなピアノで、黒いピアノがあると思うんですけど、それのウォルナット版って言って、木の色した感じのやつですね。ここ外しちゃってるんで見慣れないかもしれないですけど、僕やっぱ録音して曲作ったりするんで、それでマイクつけたりとかしてこういう形になってます。それとも普
通にかっこいいですね。そうなんですよ。このむき出しの感じのピアノかっこいいですね。かっこいいですよね。うん、そうやっぱりここを外すだけでちょっと様になるというか、ちょっとここだけ異質感がある。それで開けてます。はい。いろいろありますね。こっちもヴィンテージのエレクトリックピアノというやつですね。はい、フェンダーローズっていうやつですね。じゃあ楽曲によって使い分けてらっしゃるみたいな。はい、そうです。わかりました。はい、ありがとうございます。でこちらの制作スタジオの向こう側に、こちらは何のお部屋になるんですか？こちらはですね、寝室ですね。はい。ここはなんかちょっとホテルライクっぽい感じななんか印象も僕はちょっと受けるんですけど。そうですね。なんかリビングの色味とはちょっとまた濃いめのグレーにしてて、床のタイルもそうですし、その背面の色味もそうなんですけど、寝る場所なんでより落ち着けるような場所にして、でこの辺は造作で作っていただいて、もう全部ハンガーにかけてるって感じですね。はい。このベッドとかについてちょっとお話を聞きたいなと思うんですけど、はい、このベッドフレーム、はい、これはまたなんかヴィンテージとかなんですか？これ実はニトリです。そうなんです。ニトリにこんなの出てるんですか？そうなんです。でもこれもう8年9年ぐらい前に購入してずっと使ってるんですけど、なんか頭の方にコンセントついてて便利で。そうなんです。ヘッドレスト、頭の部分、なんかこの木のこの二重になってる感じとかかっこいいですよね。その間にあれですね、コンセントもついてて、充電もできるし、なんか見た目も全然ニトリっぽくなって、めちゃくちゃいいデザインですねこれ。そうニトリっぽくない。それにあと無印のカバーとかいろいろ合わせてるって感じなんで、結構この辺はすごいいい感じになってますね。はい。で普段はこの壁付けの照明をこう、メインで使ってらっしゃるみたいな感じですかね。そうですね。はい。寝る前はこれだけつけて、そこに腰掛けてパソコンいじることもあるし、スマートフォンいじったりとか読書したりとかですね。はい。ちなみにこの照明はどちらで？これはジャンプルーベって言ってフランスのデザイナーでポテンスランプっていうヴィンテージのものなんですけど、これはバディスタっていう名前でバイヤーやってる方から購入させてもらったという感じです。はい。これも現行品でビトラさんっていうところから出てるんですけど、僕はちょっとヴィンテージが欲しかったので、それをリノベの際に前から持ってたんで壁付けにしてます。はい。すごいですね。なんかこのバイヤーさんから買うっていうあんまり聞いたことがないんですけど。そうですよね。結構もともとお知り合いとか仕事でなんかご一緒することが多かったりとかなんですか？最初は僕やっぱりインスタのタグとかで探ることが多いんですけど、そこからやっぱ直で DM を送ったりとかして、そういうことなんだ。で、はい、購入させていただくことが多いです。聞いたことない購入そうだったんですね。はい。ちょっとファッションについてもう聞きたいなと思ってるんですけど、はい、こう普段なんか洋服とかはサイズ感とかなんか素材感とか、ご自身の中でこだわってるポイントとかなんかありますか？なんだろう、サイズ感はもうちょっとゆったりしたのが好きなんで、基本僕 S とか M とかを着るんですけど、海外のブランドとかだったら S とか結構大きくて、それでちょうどいいなと思ってよく買うんですけど、あと素材感とか色味とかもほぼなんかこのサテン素材とかウールとか、なんかちょっとあと黒とかばっか多いんですけど、その辺買うことが多いですね。ブランドとかだったらルメールとかマルジェラとかその辺が買うこと多いかな。あと普通にユニクロとかもありますけどね。はい。せっかくなので今日のこのトップスから足元までちょっとコーディネートについて教えていただいてもいいですか？はい。このシャツが4、5年ぐらい前に買ったルメールというシャツで、あとは中がこれも普通のユニクロの U のやつですね。であとこちらがリック・オーエンスのダークシャドウっていうモデルのやつですね。あとこの辺はマルジェラですね。はい。結構じゃあやっぱりこういうちょっとモードなファッションというか、そういうものが気分というかお好きなんですね。そうですね。もう基本的にやっぱ決まったブランドを買ったりとか色味を揃えることが多いので、はい、統一してます。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。ということで Q さんの記憶的ルーム撮影させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。そしたら最後に Q さんの方から何かお知らせしたいものとか告知したいものがあればしていただければなと思います。はい。2025年に全国のワンマンツアーを、開催予定です。東京も、結構先にはなるんですけど
大きめの会場で演奏をする予定ですので、よろしければ遊びに来ていただければと思います。インスタとかに詳細アップするので、ぜひチェックしていただけたらなと思います。はい、はい、じゃあぜひ、来年からのバンマンツさん、はい、はい、インスタグラムでチェック情報していただければなと思います。はい、はい、というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストは Q さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。